どうも、田舎もんです。ということでね、前回、ほんと久しぶりにね、動画を上げたにもかかわらず、たくさんの方に見てもらって、でなおかつコメントでね、待ってましたとか、お帰りとか、心配する声とかもあったんですけども、そういう風にね、みんなに応援してもらえるっていうのは本当にね、ありがたいことですよ。そういうコメントを読んでると、やっぱりね、大した内容じゃなくても、ちょこちょここうやって自分の生活をみんなにこう伝えていくっていうのは、自分のやるべきことの一つなんやなっていう風にね、改めて思い直すことができました。で、今回何をしてるかっていうとですね、これは台風が来てるっていうね、話やったもんで、とりあえず切りっぱなしでほったらかしとった木材ですね、それだけちょっとブルーシートで囲って台風を迎えようかなと思ってね、作業をしてるとこなんですよね。でもね、こういう自然を見てると、引いてみるとね、美しい自然ではあるけど、これ見えるかな、近くで見ると、ダニの一種なんかな、汚い虫とかね、いっぱいうようよしてるわけですよ。でもこれってね、なんか人間の感情によく似てるなと思ってね、日々細かいことでイライラしたり、なんか人のことを羨んでみたり、妬んでみたり、いろんな気持ちがあるけども、全部それ必要なことなんやろなって思ってね、大きな目で見たらそれも必要なもんで、それをどういう風に消化していくか、そういうことが大事なんちゃうんかなっていうのをね、また一つ自然の中で学んだりしてるっていう感じなんですよね。こんだけがんじがらめにしといたらね、台風も耐えれるやろうってことで迎えた台風当日ですよ。すごい風やでこれ。こんなでもめちゃくちゃでかい台風じゃないけどな。大丈夫？こんな感じで雨戸の隙間からね、横殴りの雨が入ってきてね、急いでタオルで蓋してみたりとかねこの物置っすよね。すぐここやな。なんか雨がこの木のもうこうね、木に水が染み込んでるんかなんかもうよくわからんけど、水が流れてくるっていう感じでね、やばいっすよね。こっちもね、なんでこうなるんかわからんねんけど、大変なんこれや。ほぼほぼ雨漏りないんだけど、この継ぎ目やろなこれ。下のところちょっとピチャピチャ水が漏れてきとる。そしてここはトイレなんですけどね、ここもなんかもともとある屋根と物置、これ多分後付けなんですけど、ここのね継ぎ目のところからなんか雨が漏れてきてるんでね、この辺はゆくゆくちゃんと考えないかんなって感じですよね。ルーピングたわんでるんかな。そんなね激しい夜もあれば、こういう穏やかな朝もあって、地球規模で引いてみればね、人間がダニみたいな存在で、その大きな波の中で右往左往しながら一喜一憂しながら生きてるだけ、そんな風に思ったりするわけですよね。でそんなね台風も乗り越えてね、ようやく本題に入るわけやけども、ちょっと前振り長いですかねこの冬の間に作った物置の壁ですよね。過去の動画をね振り返ってもらったら分かるように、散々やらかしをしながらね作った、一応壁があるんですけどね、定番のね寸足らずを何回か繰り返しながらも一応できたこの壁ですね。この壁のおかげでね、だいぶあったかくはなったんですけども、まだまだ問題があってですね、この下の隙間ですよね。冬の間はね、ここに板とかちょっと適当に置いてしのいでいたんですけども、庭にね石がよけ転がってるんで、これも思いつきで、漆喰都市で埋めたらだいぶええ感じなんちゃうんかなと思ってね、いつもの漆喰、これまたアフィリエイトリンクを説明欄に貼っておきますが、それらを使ってちょっと隙間をね埋めてきました。作業自体ちょっとこれ春先あたりの作業にはなるんですけど、お伝えしていきます。伝えるとは言ったもののね、そんなに伝える内容もないんですけどね、ひたすら漆喰を練って庭に転がってる石を拾ってきて埋める、ただそれの繰り返しなんでね、
で、こう埋めてるとね、だんだん漆喰でこう、どうしても汚れてくるんでね、固まりきる前にお風呂の歯ブラシですね、それでちょっと磨いて、雑巾で拭いてっていうね、こういう作業結構ね、嫌いじゃないんすよね。やってて楽しい、ちまちました作業。こんなね、しょうもない作業をね、春先の夜にね、ちまちまやってましてよ。俺の人生一体なんなんやろなって、たまに思ったりもするんすけどね。でもやってて楽しいんやからしゃあないですよね。完成形がこんな感じですね。もうちょっと綺麗にできるかなと思ったんですけどね。こんな感じで、次の冬は今まで以上にね、暖かく過ごせるかなと思います。物置がめっちゃ荒れとるぞ。で、その作業と前後するように行っていたのが、この物置の片付けなんですよね。ちょっとほったらかしすぎてね、なんかネズミの糞っぽいのが追ってたりしてね、いい加減片付けなあかんなってことで適当に整理を始めました。全くノープランでね、とりあえずその辺に落ちてる板をね、適当に貼り付けまして、そしたら不思議と湧いてくるのがアイデアなんですよね。その辺に落ちてる棚ですね。こういうのを組み合わせていくと、一から棚を作るよりだいぶ早くできるなっていうふうに思いまして、もう思うがまま、ひらめくがままに組み合わせていきました。これもね、この家にあったらまた怒られそうなんですけどね、山崎のバッカンっていうんですかね、合わせてみるとお前ちょうどやないかっていうねベストフィットするんでね、固定していきまして、下のね、緑の棚ですね、キャスターがついとって不安定なので、上から板で押さえつけて固定しておきました。さらにこのね、山崎の網網、お前この網網最高やないかっていうことでね、結束バンドで小さい棚、割と自由自在に作成していけるんで、これはめちゃくちゃ便利でしたね。そんな感じで今回作った超適当だな、そしてだいぶ前に作ったこの適当だな、2つ見合わせて脳裏に浮かんできた言葉が我適当ゆえに我ありと本当にね、自然とそういう言葉が頭に浮かんできたんですけどね。これのおかげでだいぶ物置の整理はね、進みましたよ。で、上から吊るしてるこのね、投光器ですね。これもね、マーシーさんに以前もらったもんなんですけど、紐でくくってるだけだったら結構ね、微妙に使いにくいってことでね、家に転がってるこのカーテンレール、お前カーテンレール一体何本転がっとんねんって感じなんですけどね。これを半ば強引に穴開けてね、上に固定することで、なんかちょっとしたオペ室みたいな感じでね、投光器もだいぶこれ使いやすくなりましたよ。そんな感じで残りね、片付けバーっと進めていって、勢いよと作業してたんですけどね、ドアをね、あんまりにも開け閉めしていたら、とうとうドアノブ、この間作った部分ですね、これが折れちゃってね。やっぱ折れたからね。金属のやつ、中変えといた。この部分ですね、もともとその上に落ちてる枝でやってたんですけどね、さすがに弱すぎて金属のものに変えておきました。僕はこれやね。タオル干すやつかな。これを折って中に入れたと。そんな感じでいつもながらの適当ですけどね、ようやく物置も多少は片付きましたよ。言うてもまたすぐ荒れてくるんですけどね。ちょこちょこね、掃除するしかないですけどね。ということで次回はですね、この部屋にですね、またもらってきた畳があるんで、これをね、入れていく作業を伝えていこうと思います。これもね、もらいもんなんでね、またサイズが合わずにね、いろいろちょっと工夫しながらやってるっていう感じなんでね、またよかったら見てください。それではまた。これね、動画のね、途中で話した物置にネズミっぽいのがおるっていう話だったんですけど、このシマヘビですね、なんかね、引っ越し当初からこの辺りをうろうろしてる、なんか主なんかな、わからんけど、こいつが一時ね、物置の中に現れてね、それ以来ネズミの存在がパタッと消えたんですよね。いや、やっぱ全部必要なんやね、そういうのもね、っていうね。そんな、どうでもいい話でした。めっちゃ狭いとこ入ってくんやな。
見えやんわ。尻尾見えとるけどな。